はい、お疲れ様です。今回はフェローっていう名前の、これはブラウザですね、ウェブブラウザなんですけど、それに AI が搭載されてるっていうやつを使ってみたので、それを共有したいなと思います。で、これがその名前なんですけど、フェローらしいんですよね。なんでえっと、AI ツールのフェローとはまた違うものになります。これはもう完全にブラウザーなので、Chrome とかと同じようなもの。で、あれに AI 機能が搭載してるっていうやつなんですけど、で、これが AI 機能が搭載してるんで、そのウェブブラウジングとか、そのウェブ上のこのブラウザの操作を AI がやってくれるっていうものなんですよ。で、何回か使ったんですけど、結構ね、すごかったです。結構すごかったです、正直。で、リサーチ結果とかを、コードを書いてくれるんですよ。HTML のコードを書いてくれて、で、こんな感じで、あの、ページにまとめてくれるんですよ。もうほんと、完全に全自動でここまで完成するっていうものです。で、これが Web ブラウザなんですよ。はい。っていうね、なかなかちょっとね、面白いものが新たにリリースをしてたので、触ってみたっていうところですね。で、今のところこれはベータ版で、あと今のアーリーアクセスっていう、なんかこう先行登録をすると、招待コードがメールで届いて、で、それを使うと、中に入れて使用できますよっていう感じですね。アカウントが作れるって感じです。はい。で、普通にブラウザなんで、ここで検索もできるわけですよ。例えば、明日、明日の名古屋の天気は、みたいな感じですると、普通に Google が開いて、こんな感じで普通に検索もできるんですね。あと、チャット GPT とかって入れると、普通に自分のアカウントをここで開くことができるんで、もう普通にウェブブラウザです。ただこれが、AI が搭載されてて、自動でリサーチをしてくれたりとか、ウェブブラウジングをしてくれるっていうやつなんですよ。で、これの、その AI 機能の使い方なんですけど、まず新しいタブ、新しいページを開きます。で、ここに検索バーが出てくるんですけど、ここに普通に入れると、さっきみたいな検索ができるんですけど、ここにタブってあるんですね。AskAI って書いてるんですけど、これを押すと、このマークが出るんですよ。で、ここにサーチインって書いてるんで、何をリサーチしてほしいかっていうのを入れます。例えば、脊柱側腕症の、発症年齢の、推推推移かな推移をリサーチしてで過去5年間の推移の変化を推変化を知りたいでいいかみたいな感じで入れてあげると、この横のサイドバーにこれ出てくるんですよ。で、今シンキングって出て、ここのディープアクションサーチっていうこのマークが出てくると、その AI 機能が動作してますっていう証拠なんですね。で、今シンキングっていうのが起きて、で、どういうことやらなきゃいけないよねっていうのがタスク分解されました。で、今4つのタスクが振られたので、で、ここに Run って出るので、これを押してあげると、こうやってタブが勝手に開くんですよ。こうやってタブが勝手に開いて、で、今、このそれぞれのタスクを、タブを開いてリサーチをしてるんですね。で、今、パブメド開きましたね。で、リサーチが終わりましたってなったら、もう今これ、リサーチ結果をまとめるためのページ作成に移ってる状態です。で、こんな感じでコードが勝手に書き始められちゃうっていう感じですね。で、僕今この間何にも入れてないです。クエリを入れただけなので何にも操作してないんですけど、はい。で、今もうコードが走ってます。で、さっき
画面が変わって白いページにタブが4つ並んだと思うんですけど、それがおそらくこのタスク1からタスク4の各タスクをこなすためのタブだと思います。で、何回かやったんですけど、全部ね4つなんですよね。なので上限が4つなのか、それともタブをタスクをもっとこっちで指定して、例えばタスクを5個に分解してとか8個に分解してっていう形でプロンプトを入れるとそういう風に実行するのかもしれないんですけど、今のところさっきみたいなすごく単純なクエリの入れ方、プロンプトの入れ方だとタブは4つですね。で今こんな感じでずっとコードを書いてくれてます。でこのコードが書き終わったらこういう感じのページを自動的に作ってくれるって感じですね。でこれもコードが書かれてて、今これは507行のコードなんですけど、例えばですけどこれだったら1173の3行のコードを書いてくれてるんですよ。ブワーっとこれを完全に自動でやり抜いてくれます。はい。たまにエラーして止まるんですけど、はい。ただ基本的にはっていうか、何回か止まったぐらいで割とね最後までやりきってくれるんですよね。これ結構すごいなと、はい、感じてます。なんかマヌスが出てきた時の衝撃にすごく似てる感じですね、印象としては。これなかなか面白いなと思って。であとはそのリサーチの精度とか、どういう文献を拾ってきてるのかっていうのも、もちろん今後精査していかなきゃいけないですけど、なかなかね面白いなと思ってます。でここにニューチャットを開けばこのチャット画面を新しくできるし、あとは履歴もあるので履歴を振り返るっていうこともできます。で試しに僕のことをねリサーチさせたんですよ。AI 生態師について詳細にリサーチしてと、どんな人物でどんな情報発信をしてますかっていうふうに入れたら、いろいろリサーチをしてこんな感じでレポートまとめてくれて、でページも切り替えれるようになってるんですよ。で活動内容で使用してるツールとかもこんな感じで出るんですよね。結構面白くないですか？これすごいっすよね。で下に参考文献っていうのがあって、僕の書いてるノートとか YouTube チャンネルも引っ張ってくれたりとか、また他のねなんかホットペッパーとか謎のやつ拾ってますけど、はいっていうような感じでリサーチしてこうやってページにまとめてくれるってやつですね。これなかなかすごいっすよね。でこれが Web ブラウザなんですよね。あくまでも Web ブラウザなんですよ。それもまたちょっと面白いなと思って、 AI ツールではないんですよね。 Web ブラウザなんですよね。はい。で今のところURL を発行してリンクをね共有するっていうことはできるっぽいんですけど、このページをPDF でとかっていうエクスポートは今のところできない感じですね。あとはChrome 拡張機能とかそういう拡張機能系を入れるのもまだできなさそうなので、これは今後ね進化していくのかもっていう感じですかね。でそうこうしてるうちにずっとまだ書いてて、でもうすぐ700行のコードを書くっていうところっすかね。これすごいな、面白いっすね。これすごいのが出てきたな。前にオペラっていう名前のあれも確か AI ブラウザだったと思うんですけど、僕結局あれ触ってないんですよね。一回インストールしたんですけど使い方がよく分かんなくて、で確かまだベータ版の状態で AI 機能が使えなかったのかな、僕が触ろうとした時に。なんでそのまま諦めて触らずじまいでスルーしちゃってたんですけど、もうこいつはすぐにこの AI 機能が使えたのでちょっとね試してみました。これは結構面白いですね。はい。あとはじゃあ自分がこれを今後使っていく時にやっぱりリサーチとして使っていくんですけど、それが
リサーチのね、クオリティがどうかっていうところもやっぱ重要になってくるし、あとはドメイン指定ですよね。パブメドとかそういう、なんだろうな、サイトを限定してリサーチをしてくれるのかっていうところも気になるところですね。あとはその共有する方法がもうちょっとバリエーションが今後増えるのかとかもちょっと楽しみですね。あ、終わりましたね。892行書いてくれましたと。で、これがウェブページに切り替わりました。来ました。はい。で、こうページの切り替えができて、これ結構すごいっすよね。あとは中身がどうかっていうところなんですけど、過去5年間の脊柱側管症発症率の推移、そんなに増えてないのか。ちょっとずつ右肩上がりだが、大きくは上がっていない。分類、分布、突発性。はい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 。うん。女の子 2.5%。で、一応ここにどっから拾ってきましたかっていうのもあるので、引用先っすね。ちゃんとパブメドから拾ってくれてますとか、この辺も全部パブメドっすね。ちょっと英語なんですぐに中身の信憑性の確認まではやれないんですけど、ちゃんとパブメドメインで拾ってくれてるな。ちょっとこれ一旦消して。はい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 。これなかなか見やすいですね。うーん。うんうんうん。はい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 。ここもパブメド、同じ文献かな。違う文献をちゃんと使ってくれてるな。なるほど。いいっすね。いいっすね。はい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 。地域差。地域差とかあるんだ。そんなんも出してくれるんだ。へえ。面白いな。治療傾向。経過観察 45%。はいはいはい。そうっすね。うん。成長有効型。はい。そうっすね。いや、なかなか悪くないっすよ。結構悪くないっすけどね。これ、このチャットはあれだな。こっちっすね。こっちだな。どの文献をどれくらい拾ったかとかはちょっと裏取りができないんですね。うん。そうですね。何個ソースを確認したかとかは見れないですね。だ一応ここに表示はされてて、であとは各ページに必要な情報で違うところからも拾ってはいるんで、ここに表示されてる数よりは多く拾ってんじゃないかなと思うんですが、でも7つか。ここに表示されてる分だけなんだ。これを精査してるのかどうかって感じっすよね。うん。こんな感じの AI ブラウザです。はい。なかなか面白いっすよね。なかなか面白いなと思います。で、例えば、ちょっと今思いついたんですけど、ジェンスパークに同じようにさせてみてもいいかな。なので、えーっと、ジェンスパーク開いて、
同じクエリを入れてみましょうかね。違う。何にしようかな。こっちはスーパーエージェントを開いて、そしたら変形性股関節症の原因と発生基準の最新研究データをリサーチして、これでいくか。はい、じゃあ同じクエリでいきましょう。こっちでやんなきゃな。さあどうなるでしょうか。あとはどっちが早いかっすね。こっちはちゃんとディープアクションが作動してるんで、さっきと同じ動きをしてくれるはず。はい、見ましたね。タブが開かれて、これなかなかシュールだな。でちょっと重たいかな。カクつき始めてるな大丈夫かこれ。フェローの方はもうコードを書き始めますね、今から。ジェーンスパークはまだリサーチ中ですね。フェローの方はもうリサーチが終わってるってことですもんね。このコードを書き始めてるってことは相当早いっすよね。ジェーンスパークはまだ文章を読み取り要約中。論文を読んでる段階かな。まだリサーチしてますね。いやすごいのが出てきましたね。本当に面白いっすね。もう進化が多すぎて、多いし早いし、ついていくの本当大変ですよね。でこのフェローを初めて触ってみるっていう時に、ちょうど僕予約の時間が少し空いてたんで、ディスコードでボイスチャットをオープンにして、で画面共有をしながらやってたんですよ。で誰かが入ってくるかなと思って一人でやってたんですけど、1時間ちょっとぐらいしてからお一人参加してくださって、でそこで2人で3 4 0分喋りながらこれ触ってたのかな。その時に本当 AI のその進化とか情報のね量がめちゃめちゃ多いんで、本当についていくの大変ですよねみたいな雑談をしたりとかですね。はい。あと整体院ってなんか入りにくいですよねみたいな、結構素朴なというか率直な疑問をぶつけられて、そういう風に感じる人もやっぱいるかっていうのはね、改めて思ったので、なんかそういう意味ではコミュニケーションが取れたっていうのは面白かったですし、AI とは関係ないところでというか、自分のその生態業に対して入りにくいって感じてる人がいるっていうのも生の声で聞けたので、じゃあその辺をどう解消していくのかっていうのも、今後ね
AI 使いながらいろいろ壁打ちして作戦練ったりとか、あとは自分のところね、ホームページをどういうふうに改造していくかとか、そういうのを練っていくのはね、すごくいいなと思いましたね。はい。やっぱ直接コミュニケーションを取るってめちゃくちゃ大事っすよね。すごい面白かったですね。でちょうど入ってきてくださった方がフリーランスであのライターをされたりとか、あとはそのウェブデザインされたりとかっていうのをやられてる方で、もう本当になんだろうな、フリーランスとしてしっかりと立ち上がってる方だったんですよ。でなんか最近 AI を使い始めてて、でたまたま僕のチャンネルを見つけてくださったっていう経緯の方で、その僕自身がその整体師なんで、AI とあんまり関係ないよねっていう職業よりだとは思うんですよ。でどちらかというとエンジニアさんとかウェブデザイナーさんとかね、ライターさんとかって AI を使ってる方とか、そのやっぱ興味を持っている方は多いんだろうなっていう印象だったので、その辺のね生の話が聞けたのはめちゃくちゃ面白かったですね。僕もライターとして活動してる時期もあったんですよ。今でもねちょこちょこライティングの案件受けたりとかはしてるんですけど、僕の周りのライター仲間はまだあんまり AI 使ってる感じじゃないんですよね。だからその辺のなんか温度感とかもやっぱりあるし、その方もご自身の周りのライター仲間さんはあんまり AI を使ってないっぽかったので、やっぱりなんだろうな、まだその AI を使ってる方の人口って少ないんだなって思いましたね。僕らの業界で AI 使ってる人が少ないのは分からんでもないなと思うんですけど、そのライティングとかウェブデザインとかをされている方でも使ってる方少ないのかっていうのは、なんか自分の印象だけじゃなくて、実際にそうなんだなっていう生の声としてはね、すごく面白かったですね。面白かったし意外でしたね。はい。もうなんかガンガン使ってるんだろうなって思ってたし、割合としては使ってる人の方が多いですよっていう割合なのかなと思ってたんですけど、そんなことなかったですね。はい。もっともっとねたくさんの人に話を聞いてってやらないと、あの確証のあるデータとはね言えないですけどね、もちろん。はい。いやそういうなんだろう実際の生の話を聞けるっていうのはやっぱりこのコミュニティの強みというか良さですよね。はい。という話をしてる間にジェーンスパークは終わりましたね。ジェーンスパークの方が早かったですね。リサーチをしてテキスト生成なんで、当たり前っちゃ当たり前っすよね。こっちはもうコード書いてウェブページを作ってますからね、フェローの方は。でジェーンスパークのリサーチ結果で言うと、変形性股関節症の内容、ペインクリニックの理学療法士会、日本の学会誌をメインで拾ってきてますね。発育性股関節形成不全か、遺伝子。九州大学さんが出してる論文ですよと。フィジオセンター。これは普通のブログっすね。フィジオセンターはよく知ってます。ニューロリハビリ研究。あんまり論文を拾ってる感じではないんだな。東京医科大学病院。でフェローの方も終わってますね。でこれからページが表示されるのかな。
レポートインプロ来ないな。コードは書き上がってるけどちょっと重いんすかね。うん。あれ来ないぞ。なぜだ。再読み込みしてみるか。ああ、来た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 。来ましたね。はい。全く同じクエリを入れて、ジェンスパークの方が早かったですね。で、まあテキストのレポートなんで、まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけど、これちゃんとページ切り替わるもんな。形成不全。ここちょっと文字が切れてるけど、これ全部開いたら、あ、ちゃんと表示されるのか。そうっすね。うん。で、ソースは、亜生経外科学会。これは普通に日経メディカル。うんうんうん。まあ、パブメドも入ってますよと。結構ちゃんとしてるな。軟骨系。はいはい。結構すごいっすね。最新の研究、インピンジ、の違い。炎症マーカー。うん。悪くない気がするけどな。炎症軟骨。早期発見バイオマーカー。肉。なんならジェンスパークのスーパーエージェントよりもしっかりとリサーチをしてくれてるんじゃないか説。うん。炎症マーカーの話も入ってますもんね。はいはいはい。なんかあれっすね、大量のソースを見てっていう、なんだろうな、ソースの数は7つなんですけど、抜け漏れなく拾って参照してくれてる感じがしますね。でなおかつちゃんと分野に分けてまとめてくれてる感じ。これはこれでありじゃないですかね。うん、これはこれでありな気がしますけどね。内容自体は間違ってないですもんね。うん。まあ多分そのどの論文とかそのどの時期のデータを拾ったかによって多分この辺の数字とかは若干ズレが出るんでしょうけど、その例えば今回ジェンスパークのスーパーエージェントでリサーチをしましたけど、じゃあジェミニのディープリサーチをかけた結果とこの結果内容の数字が合ってるかって言われるともしかしたらズレが出るかもしれないですけど、まあ、それは何をソースとして参照してるかにもよるんで、ただその細かい数字に関してはそういうズレが出たとしても大枠言ってることは間違ってないんですよね。うん。本当になんか重箱の隅をつつくようなレベルで細かいところまでしっかりと見極めたいとか確認をしたいんだったらこれだと荒いとは思いますね。うん。これだと荒いと思うんですけど、もう本当になんだろう、まあ、今回の場合は変形性股関節症っていうそれってどういうものかっていうのを理解する上では結構いいんじゃないかなと思いますね。理解するためにこれを使うっていうレベルでいいんじゃないかなって思いましたね。なんかざっくりと把握するっていうレベルじゃなくて理解するっていうレベルで使っていい気がしますね。うん。そこの温度感は結構違いますよね。うん。
これ結構僕はいいんじゃないかなって思いますけどね。まあまだそんなにたくさん使い込んだわけではないですし、この医療系のリサーチに関してはまだ1回2回ぐらいしかやってないので、まあそんなにねしっかりと精査をしたわけではないんですけど、個人的にはいいんじゃないかなって思いますね。リサーチの内容もそうだし、まあ、このページの見やすさというか目新しさも含めて、はい、結構いいんじゃないかなって思います。で、そのディスコードで喋ってる時にも話したんですけど、ここにコードが表示されるんですよね。で、これコードがコピーできるんで、まあ、このコードをねコピーして、で例えばカーソルとかVS コードとかに貼り付ければ、そっちではそっちでね編集ができたりするんで、使い回しもいけますね。はい、なかなかこれは面白いんじゃないですかね。で今のところこれ無料で使えるんですよ。なのでまあアーリーアクセスの申請をしなきゃいけないので、今多分マヌスの時みたいにたくさんの人が申請をしてると思うんで、その招待コードがいつ届くかはわからないですけど、使ってみたいっていう方がいらっしゃれば使ってみてもいいんじゃないかなと思います。で一応僕ここのディスコードにも入ったんですよ。でそこで招待コードとかも出してたので、それが拾えそうだったら拾ってみようかなと思います。はい。でこれダウンロードのが今のところね Mac だけなんですよ。Mac 限定なので Mac ユーザーの方しか今のところはダウンロードしてこのブラウザは使えない状態ですね。はい。なんで Mac ユーザーの方で使ってみたい方はこのページの URL を概要欄に貼っておくので、興味があれば触ってみてください。結構面白いと思います。で今のところ無料で、もう今日ここまでのやつで今これ動画撮りながらでも2回やったので、トータルでもう7、8回やったんですよ。で今のところなんだろうな、利用上限が来ましたみたいなこともなく使えてるんで、はい、今のところ無料である程度たくさん試せるんじゃないかなと思います。はい、という感じでちょっと最後ねなんか触ってみたみたいな感じになっちゃいましたけど、解説も何もない状態でしたけど、はいということでフェローですね、フェローを触ってみて、あとジェンスパークと比較もしてみました。はい、以上です。では。